バスクチーズケーキを作りました。こんにちは、料理研究家ねかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はバスクチーズケーキを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、バスクチーズケーキを作るんですが、パウンド型を使って作っていきたいと思います。味付けや作り方にもポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。クリームチーズ、生クリーム、卵、グラニュー糖、薄力粉、蜂蜜、バニラビーンズペースト。今回はこちらの材料で作っていきます。まずですね、味付けのポイントなんですが、甘さに蜂蜜を加えます。この蜂蜜を加えていただくとコクがアップしてとても美味しい仕上がりになります。そしてあとはですね、香り付けにバニラビーンズペーストを入れていきます。こちらはバニラビーンズの鞘を使っていただいてもいいですし、あとはバニラオイルでも OK です。そしてバニラオイルもない場合はバニラエッセンスでもいいんですけれども、バニラエッセンスはアルコールなので香りが飛びやすくなります。なのでできるだけバニラビーンズペーストかバニラオイルなどを利用するようにしてください。そして今回使う生クリームは動物性の乳脂肪分が 35% のものになります。そして今回はこちらの18センチのパウンド型を使用していきます。今回ね、ここにクッキングシートを敷いていくんですが、敷き方がいつもと違うので敷き方もご紹介していきます。まずこのようにクッキングシートを切ってください。こちらのクッキングシートの幅なんですが、だいたい30センチ ×37 センチぐらいに今切ってます。こちらは目安にしてみてください。そしたらですね、まずこのクッキングシートを濡らしていきます。というのもですね、バスクチーズケーキは高温で焼くので、このように濡らしていただくとクッキングシートが焦げにくくなります。なのでこのようにボウルに水を張って、そしてまずね、このクッキングシートをくしゃくしゃーっとして、そして水に濡らしてください。こんな感じでね、しっかりと水で濡らします。はい、こんな感じです。そしたら一度ね、ぎゅーっと絞ってください。このように絞ったら型を用意して、そしてここに敷いていきましょう。よいしょ。はい、そして側面もしっかりとくっつけて、はい、こんな感じです。そしたらね、少し内側が濡れてるので、それはキッチンペーパーで水分を拭き取ってください。はい、OK です。型のクッキングシートはこのように敷いてみてください。こちらの準備はね、必ず生地を作る前に用意しておきましょう。ということで、早速作っていきたいと思います。それでは早速生地を作っていきます。まずはじめにボウルにクリームチーズを入れましょう。こちらね、冷蔵庫から出して5分ぐらいしたクリームチーズになります。ちょっとね、まだ固めですね。はい、OK です。このように出してください。そしてこの後柔らかくなるまで練っていくんですが、今の状態だと練りにくいので、一度電子レンジで軽く温めます。電子レンジ 600W で30秒加熱します。はい、30秒加熱しました。そしたらゴムベラで練っていきます。この時ね、まだちょっと硬い時はプラス10秒ほど加熱してみてください。一度にね、40秒加熱してしまうとたまに焦げてしまったりするので、必ず30秒で一度取り出しましょう。はい、OK です。このぐらいね、柔らかいクリーム状になるまでしっかりと練ってください。そうしましたら続いてここにグラニュー糖を加えます。一度に加えちゃって OK です。そしてまずはね、ゴムベラでなじませます。はい、そしてこのようにある程度馴染んだら、続いて泡立て器で混ぜていきます。だいたいね、30秒ぐらいですね、しっかりとすり混ぜてください。はい、OK です。このようにね、柔らかいクリーム状になります。そうしましたら続いてここに卵を割り入れます。卵はですね、一つずつ加えてその都度よく混ぜるようにしてください。では泡立て器で混ぜます。そしてよく混ざったらもう一つ加えます。そしてまたよく混ぜてください。はい、OK です。それでは続いてここに蜂蜜を加えます。続いて一緒にバニラビーンズペーストも加えてください。バニラオイルなどを使う場合もこのタイミングで入れてください。そしてよく混ぜましょう。はい、OK です。そうしましたら続いて薄力粉をふるって加えます。この薄力粉なんですが、必ずね、ふるって加えるようにしてください。あとですね、生クリームを加えた後に入れてしまうと少しダマになりやすいので、生クリームを入れる前に薄力粉は混ぜるようにしてください。
そしてダマにならないようにしっかり混ぜましょう。はい、 OK です。そしてよく混ざったら最後に生クリームを加えます。そしてよく混ぜてください。はい、よく混ざれば OK です。これでね、バスクチーズケーキの生地は完成したんですけれども、型に入れる前に一度生地をこしてください。そうすることでとても滑らかな仕上がりになります。それではこしていきます。こす時はね、できるだけ網目の細かいものでこすようにしてください。はい、 OK です。そしてこし終わったら一度ね、よく混ぜてください。生地はこれで OK です。それではね、型を用意してください。もしこのクッキングシートが乾いてしまった時は、もう一度濡らしてから敷いてみてください。それではね、流し入れていきます。で、流し入れたらですね、少し端を引っ張ります。そうしましたら続いてこちらの型を少し高いところから10回ほど落としてください。はい、 OK です。このようにね、少し高いところから落として中のね、気泡を取り除きます。それではですね、こちらをオーブンの天板に乗せて250度に予熱したオーブンで25分から30分焼いていきます。はい、焼き上がりました。このようにいい焼き色に仕上がってます。それではですね、一旦このまま粗熱を取ります。そして粗熱を取るときはこのようにケーキクーラーなどの上に置いて、そして表面がね、乾燥しないように上にキッチンペーパーをふわっとかぶせておいてください。この焼き色なんですが、お好みで調整してください。もしね、これ以上焦がしたくないよっていう時は表面にアルミホイルをかぶせながら焼いてみてください。ではね、キッチンペーパーをかぶせて、そして粗熱を取って冷まします。はい、今粗熱が取れて冷めました。それではですね、ここにラップをしてこのまま冷蔵庫で半日しっかりと冷やします。そうすることでとてもずっしり濃厚な仕上がりになります。冷やす時はね、型ごと冷やしてください。はい、半日経ちました。出来たてはね、プルッとしてるんですが、半日しっかり冷やしていただくとこのようにずっしりとした仕上がりになります。ではね、こちら型から外したいと思います。はい、このような仕上がりになってます。それではお皿に盛り付けて切りたいと思います。はい、これでバスクチーズケーキの完成です。こんな感じに仕上がりました。ではね、切りたいと思います。はい、断面はこんな感じになってます。とてもずっしり濃厚で美味しそうに仕上がりました。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では、いただきます。表面が香ばしくて、この中がしっとりですごく美味しいです。そして今回ね、蜂蜜も加えてるので甘みに深みとコクが出てます。そしてこのバニラの香りもすごく合いますね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のバスクチーズケーキのポイントです。まず今回はですね、パウンド型を使って作りました。もし丸いケーキ型を使う場合は直径15センチの型を使っていただくといいかなと思います。パウンド型、丸型、どちらで作っていただいても OK です。そして型にクッキングシートを敷く時のポイントです。クッキングシートはですね、まず水で濡らしてくしゃくしゃっとしてください。そしてその後はですね、型に敷き詰めて中の水分はキッチンペーパーで拭き取ってください。バスクチーズケーキは高温で焼くので、こうして水で濡らしていただくとクッキングシートが焦げにくくなります。そして味付けのポイントです。今回は甘さに蜂蜜を加えました。この蜂蜜を加えていただくと甘さに深みが出てとても美味しい仕上がりになります。もし蜂蜜がダメな場合はグラニュー糖をプラス 10g 入れてみてください。そしてあとはバニラビーンズペーストを入れました。こちらはバニラの香りが加わってとても美味しい仕上がりになりますので、ぜひ合わせて入れてみてください。もしね、バニラビーンズペーストがない場合はバニラオイルで代用していただいても大丈夫です。バニラエッセンスでも代用はできなくはないんですが、香りが飛びやすいのでおすすめはバニラオイルです。そして生地を作る時なんですけれども、材料を加えたらその都度しっかりよく混ぜるようにしてください。そして生地ができたら一度こしてください。そうすることでとても滑らかな仕上がりになります。これをね、やるのとやらないのでは結構ね、食感が変わってくるので、こちらの工程はぜひやってみてください。そして焼く時の温度と焼き時間に関
関してなんですけれども、オーブンの種類によっては250度がないオーブンもあると思います。その場合は最高の温度で焼くようにしてください。このね、表面の焼き具合はですね、オーブンの種類によって変わってくると思いますので、程よい焼き加減になって、もうこれ以上焼き色をつけたくないなっていう時は、上にアルミホイルをかぶせて焼き続けてください。最低でも25分は焼くようにしてください。もし焼き色が足りない場合はプラス5分ほど焼いてみてください。ただ5分以上長く焼いてしまうと食感が変わってしまいますので、長くても5分ほどにしていただけたらと思います。そして焼き上がったら常温のまま冷まして、冷めたら冷蔵庫で半日しっかりと冷やしてください。そうすることでとてもずっしり滑らか濃厚な仕上がりになります。そして出来上がったら、あとはお好みの大きさに切って召し上がってください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はバスクチーズケーキを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。